やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回は、個人的に最強のネックバンド型イヤホン、オーフレックス ANC が、ヨドバシで超値下がりしたのでピックアップだ。その機能はめちゃくちゃ多くて、ノイキャンはもちろん、最大22時間のバッテリー、高音質な LDAC にも対応。さらには、平面駆動とダイナミックドライバのハイブリッドという、音質と外での臨場感を同時に実現した仕様。ちょっと発売が古いので、ノイキャンは 25dB と、最近のものに比べるとちょっと控えめだけどな。個人的には、激しい運動を伴わない外出の時は大体これだ。ネックバンド型は現在の TWS に比べると、洗練されてないように思うかもしれない。でも、マスクの脱着の時には外しても首元に留まるし、本気は左右のドライバーをマグネットでくっつけて、ブラブラ暴れないようにできる。さらにその状態では再生が止まるので、何気に TWS より外した時になくす心配が少ない。ケースにいちいち戻らなくても、ケース1個分のバッテリーを利用できるのも便利なポイントだ。さらに、ネックバンド部分にバッテリーや無線ユニットを丸投げできるので、有線型と同じく、制約のないハウジング設計ができる、と、音質的には美味しいことだらけ。その設計的余裕もあってか、au サウンズのイヤホンの中でも、フレックス ANC だけが平面駆動とダイナミックドライバのハイブリッド構造を採用してるんだよな。連続動作時間はノイキャンなどをフル利用すると10時間、なしで22時間、低周波の騒音が響く、必要な時だけ有効にするのがいいだろう。本体の遮音性もそこそこあるからな。本機の魅力は、なんといっても音質。普通の完全無線イヤホンより強力な、LDAC が利用可能だ。もちろん、AAC でも繋がる。そういったスペック的な音質強化だけでなく、本機にはオーサウンズ共通の個性が存在する。すなわち、ドカドカ出る低音域による臨場感。さらに、それだけだと物足りない人も、フレックス ANC なら安心だ。平面駆動により高音域もしっかり引き立っているので、その両方が楽しく、外出向けのイヤホンなんだよな。また、低音が強いという特性と、高音域がしっかりと明瞭である、という特性は、周囲で他の音が発生している時でも、安定して音楽を楽しめる音質でもある。単純にシチュエーションを選ばず、少々大げさに振る舞う音質は、気分を元気な方向に持っていくのに大変優れたバランスだ。オーサウンズのイヤホンは、2台触った感じ、どちらもとにかく近くで楽しくなる低音域と、その一歩下がったところから、低音にマスクされずに気持ちよく聞こえてくる高音域で形成される。フレックス ANC は、その中でも、若干離れた位置の高音域が形を崩さず、一番はっきりと聞こえてくる機種だ。全体のバランスとしては、やっぱりドカドカなる低音優位。高音優位なイヤホンが好きな人にはちょっと好みが違うかも。低音はブーミーに振り切って輪郭を失いかねないくらいボリュームがあるんだけど、それでも輪郭が崩れず、とにかくインパクトのあるサブベースから低音域を演出する。無線機のくくりではなく、有線機のくくりでも大好きな音色の一台だ。でも無線機なんだぜ。そりゃ持ち出しは大体これになるわ。僕の外出、大体これとファルコンプロとネオバッツプロで回ってるからな。おすすめだぞ。そんな感じで今回はここまで。